ネパールの首都カトマンズ、人口は約80万人。南アジアに位置し、インドと中国のチベット自治区の国境に接しています。周囲をエベレストを含むヒマラヤ山脈に囲まれた小さな内陸国です。多くの方がすでにご存知かと思いますが、2025年9月の8日からネパール国内で反政府デモが始まりました。政府の情報規制、主に Google サービスや Instagram などの欧米系の SNS に対してネパール国民の利用を禁止し、情報規制をかけると政府が発表しました。それに対して Z 世代と呼ばれるネパール国民の若者の怒りを買い、首都カトマンズを中心に大規模なデモが発生しました。デモ側の主張は、なぜ情報規制をするのか、国民の表現・発信の自由は奪えない、ここで主張しなければこの流れを止められないとの声が連鎖反応をして、若者を中心に政府の対応に抗議する運動が急速に広まりました。また大統領や政府高官に対しての不満を爆発し、汚職や身内有利の独裁体質への怒りもこのデモにぶつけられました。ネパールの経済状況は非常に悪く、失業率は 12.6% と算出されているが、実際にはもっと高いと言われています。若者別の失業率は15歳から24歳で約 23% と、国民の10人に2人以上が職がない状況で、深刻な不況状態であることは間違いありません。しかし一部の政府特権階級層とエリート富裕層、中国資本系の外国人経営者に有利な政策ばかりで、国民の貧困はさらに加速し、このタイミングで行われたデモは現地では Z 世代革命と呼ばれているそうです。ネパール国民が大統領や政府高官を追いかけ回し、集団で暴行をし、大統領宮殿や外資系ホテルを焼き討ちにされている光景はすぐに世界に広がりました。昨今の世の中で国民が集結し、革命が起きて政府が転覆する状況など早々に起きることがないと勝手に認識していましたが、実際にネパールでは今起きました。刑務所から囚人が逃げ出し、一部エリアでは夜間外出禁止令が出ている状況下ではありますが、今回は実際にネパールの首都カトマンズに入り、自分の目で今の状況を確かめに行きます。それでは最後までご覧ください。それでですね、今緊急で動画を撮ってるんですけど、今冒頭お話しした通りですね、これからネパールの首都カトマンズに移動しようと思っております。確か3年前ぐらいにですね、カトマンズにマレーシアから確かヒマラヤ航空とかいう謎の航空会社に乗ってですね、タリブバンでしたっけ、空港ねのカトマンズに行って滞在した記憶があります。動画も出してます。皆さんもご存知だと思いますが、今ネパールね、大変厳しい状況になっているということで、いわゆるね、革命が起きたんですよね。そう、このご時世革命起きるのかっていうぐらいなね、感覚でいたんですけども、実際に起きまして、特に若者たちがね、SNS の規制とか情報規制に対してものすごい怒っておりまして、怒りがその源となって、政府の大統領を辞めることになったりとか、ニュースで見た人いると思うんですが、現状ね、どんな感じかっていうのをちょっと見たいなと思いまして、革命が起きて、今、1週間経ったぐらいですかね、この動画を撮ってる時は。なんで、だいぶ落ち着いてきてて、で、ニュースを見る限りね、臨時の、首相、大統領っていうのがもう今決まりつつあると。で、もともと最高裁判所の裁判官が兼任して、それをしばらくやった後、選挙でまた新しいリーダーを決めるみたいな感じらしいんですが、今回ね、以前も私行ったタメル地区、旧市街の方とか、その辺ちょっと様子を見てみようかなと思っておりまして、外資系のヒルトンホテルが焼き討ちにあったりとか、そういうことになってるみたいなんですが、一応ね、ホテルの予約も無事できましたし、自分が調べる限り入国は問題なさそうです。で、航空券も普通に取れましたんで、明日ね、今、そうだ、言うの忘れてました。今、タイのバンコクにいるんですよ。バンコクといってもスワンナプーム空港近くのホテルに今、トランジットで泊まってて、もともとベトナムから移動してきたんですけど、で、明日ちょっと急遽行ってみようかなと思っておりますので、今の現状の姿をね、お届けしたいと思います。それではホテルをチェックアウトいたしまして、はい、7時ですね。はい、空港に向かいます。スワンナプームに向かいます。で、その後ですね、タイ航空の直行便でカトマンズに移動します。それではタイ航空でカトマンズ行きチェックインします。直行便です。フライト時間は3時間半ということでチェックインの方完了いたしました。
今回ね、ネパール入国するんですけど、ビザに関して、日本人必要なんですよ。でアライバルで取れるんですけど、一応その質問とか何もなかったですね。ビザ取ったのかとか、入国今こういう状況だとか一切なかったです。もうほぼ何も喋らず、はい、荷物預けてチケットもらって終わりでした。向こう着いてからね、ビザの申請とかあるんですけどなんかあるかなと思ったけど何にもなかったですね。そのままもう行けるって感じです。はい、じゃあそれでは出国します。それで今出国も終わってラウンジにいるんですけど、ネパール入国、前回どうやって入国したかちょっと忘れちゃったんですけど、一応ねさっき言った通りアライバルビザで入ることもできて、事前に申請することもできて、一応ね事前に申請したんですよ。ただ申請した内容を印刷して結局向こうでビザを取るみたいな感じなんですよね。でインドとか行ったことある人なら分かると思いますけど、向こうのねネパールも多分同じくネットが終わってるんですよね、ホームページが。だからなんかクリックできなかったり、なんか全然更新できなくて、で空港で取るっていうその選択肢がなくて、東京の大使館もしくは福岡大阪みたいな選択肢があって、でもその紙を印刷してくださいっていうページから進まなくて、で一応東京にしてなんか登録はできたんですよね。大使館に行くやつなのかもしれないけど、これの書類がダメだよって登録できてないよってなったら、向こうで普通にアライバルで手書きでやろうとは思うんですけど、なんかめんどくさいですね。ただ15日間で30ドルですね。観光ビザ払わないといけなくてちょっとややこしいです。時間には余裕あるんで空港で多分めっちゃ時間かかると思いますけど、はい、そんな感じで行きます。であとネパールねアハも使えませんので、向こうで現地の SIM を買うか、一応トリップドットコムとかでネパールの eSIM ありましたけど、配車アプリとか呼ぶまた別のアプリがあるんですよ。ウーバーとかグラブはネパールにないので、その配車アプリのために番号付きの SIM カードがないといけないっていうことになってるんで、なので新しい iPhone の17 Pro とかになってくると電話番号ない SIM しかゲットできなくなりますんで、基本的に eSIM ないじゃないですか。あるやつもあるけど、なので結構大変ですね。はいやっぱり17 Pro あれだ、iPhone の新しいやつ eSIM だけにしちゃうと不都合が出てくるかもしれないですね。それで今回ねコンコースから、スワンナプーム空港の出発なんですが、以前はね喫煙ルームがあったんですけど、本当に廃止されてましたね。なんかなくなったんですよって話聞いてたけど、それ以来来てなかったんで、今スタッフの人に聞いたらコンコースは禁煙になったらしいです。なんでそんなことするんだろう。チェックインの時に本日満席だと言っておりました。777ですね。でかいです。多分ボロそうですね。なんで座席指定は窓側取れなかったので通路側になります。カトマンズ行きがねこんな需要があるとは思いませんでした。満席777で。ネパール人の人もいるとは思うけど結構旅行者多いですね。普通に行くんですよきっと、こういう状況でも。日本人だとなんかそんな時にそんなの危ないみたいな叩く傾向にあると思いますが、こっちの人たち普通に多分行くんですよね。すごい満席だけあって混んでますね。お坊さんというか、はい、そういう関係の方もいますね。まもなく登場です。まさかのインボロです。 Today the flight full. We upgrade you to business class. やった。 Yeah, but the meal you can allow Ah, just okay, no problem. economy meal. OK やりました。ビジネスにインボラです。すごいめっちゃ嬉しいですすごいね、最近高確率だわ。 TG 最高。カトマンズまでビジネスクラスになりました。今聞こえたと思いますけど、食事に関してはエコノミーミールになるそうです。はい、全然いいです。はい、もう食事はさっきホテルで食べたんでやったぜ。いやー、カトマンズ行くのちょっと躊躇しましたけど選んでよかったわ。しかもね今回ベトナムのハノイ、バンコク、カトマンズっていうその綴りのチケットでエコノミーで取ったんですけど3万ぐらいですね。はい、なんでめちゃくちゃ得した気がするな。めっちゃ嬉しい。インボラビジネス多分ねスターレンスゴールドだからですよ。今日ねフライトフルだって今も言ってたんでありがたい。持っててよかった SFC ちゃんと動画撮っときゃよかったな。これ移動シーン撮らない予定だったんですけど、これもめっちゃ嬉しい。サワディーカー。
座席はこんな感じです。一番裏の通路側なんでちょっと景色はあれですけど十分ですね。素晴らしい。予想通りちょっと古い機材で、777ですね。 200ER 珍しい気がするね。はい、で今ウェルカムドリンク聞いてくれたんでバタフライティーを頼みました。いやーいいね。食事はエコノミーっていうのも昔ねモスクワ行きで南方航空でアップグレードされたインボラの時もありましたね。サワディーカー Thank you。 いやー超嬉しいすげえ快適だわ。インボラでビジネスになるとちょっと嬉しいですよね。テンション上がりますよね。今回の趣旨はネパールのカトマンズの今をね、見に行くってなんですけどちょっといきなりこんな高待遇でいいのかな。ウェルカムドリンクバタフライティーもらいました。今回ね何度も言いますけどそんなフライトレビューがっつり取るつもりはないので淡々と行きます。ありがたいんですけどね。一応今機内食チキンか、ベジタブルかどっちがいいかって言われたんでチキンを選んだんですけどエコノミーなんですよねきっとね。食事はどうなんだろう。実はちゃんとしたのくれるのかな。しかも今回トリップドットコムでチケット取ってますからね。それでインボラなんですごいですね。เมื่อต้องการปลดเข็มขัดให้ยกที่ปลดเข็มขัดขึ้น For release, lift the latch of the buckle. それで今機内サービスが始まったんですが、やっぱりですねエコノミーの機内食でした。で自分のね隣の人もこっち側の人もみんな日本人で全員同じなんですよ。だから多分日本人の人で多分上級会員の人はみんなアップグレード今回されてると思います。はい、隣の人は20代ぐらいの若い女性の方で今喋ったんですけど仕事でネパールに行くそうです。あとね面白いのが今回のこの機内食めちゃくちゃいいですよ。ディップサムイでしたっけ、有名なパッタイのお店があると思うんですけどバンコクでそれのコラボ機内食ですね。よくタイで日本人の人が結構初めてタイに来る人とかがガイドブック見て行くようなお店なんですけど美味しいです。私も食べに行ったことあってオレンジジュースがあそこ美味しいんですけどそこのパッタイですね。めっちゃうまそう。最近パッタイ食べてないから美味しそうですね。あとはなんかハムみたいなやつと、デザートですね。普通にめちゃくちゃ美味しいです。いいねこれ。ということでカトマンズトリブバン国際空港到着しました。日本と3時間15分の時差があります。コップンカーコップンカーということでネパールカトマンズ到着しました置き止めです。思った以上に涼しいわ。やばいな俺半袖しか持ってきてない。3年ぶりぐらいですね。777はやっぱ大きいですね。こんなちっちゃい空港に来ると。カトマンズ目視できたんだ。知らなかった。懐かしいここの通り何度か通りましたね。とりあえず SIM カードはね確か街でやった方が早くて容量多かった気がするから一応ね今 eSIM で使えるやつ1ギガだけ買って電波はつながってるんですけど私はこれ後にしましょうか。ホテル先行こう。やっぱりめんどくさいからもう買おうかな。空いてるからお客さん今ここのお店並んでなかったから買っちゃおうかな。ということで皆様、なんとかですねネパール入国できました。思ったよりね大したことなかった。
もともと用意してた紙とかね、一応見せたんだけど、いいからっていうことで、端末、キオスクがあるんですけど、キオスク使えなくなったってネットで見たけど、使えましたね、普通にね。なんか新しくなってた、綺麗なタッチパネルのやつで、自分の住所とか泊まるホテル入れて、でそれをスクショしろって言われて、でスクショして、入国税を払うところに行って、で30ドル払って、でそのレシートをもらってイミグレに行くっていうだけで、質問も何もなかったです。なんか革命が起きて混沌としてるのかなと思ったんですけど、全然普通、旅行者だらけ、今のところね。でこの後今からちょっと SIM 買って、でキャッシングしてお金ちょっとだけ下ろして、でホテル行きましょう。でちょっとホテルで体制を整えたいと思います。もうなんか懐かしい、全然変わってない感じがする、3年前と普通ですね、ネパール。とりあえず今お金を下ろしました、キャッシュで。ちゃんとできるかな。手数料かかるけど、もう並んでなんかあと偽札が混ざってるとかそういうの考えるんだったら、少々手数料高くてもキャッシングの方がいいですね。えらい時間がかかってんな。お金ちゃんと出てくんのかな。 Wait for cash って書いてある。あれ出てこなかった。隣のやつでやってみます。お、ちゃんと出てきましたね。とりあえず15,000ルピー下ろしました。値段がこんな感じ。アンリミテッドで1週間で600円ぐらい。まあ街の方がもうちょっと安いかもしれないけど、全然安いからここで買った方が早いね。買いますわ。日本語も書いてありますね。600円だったら空港価格でも600円なら安くていいんじゃないですか。1週間でアンリミテッド、電話番号付きですしね。それで無事に SIM を買いまして、電波開通しました。で電話番号もゲットしたので、これで今からですね、配車アプリ使えるようになります。で配車アプリ絶対電話番号ないとできないシステムなんで、それで今からホテルに移動します。全然流しでもね安いですよ。地元相場が700とか800のところを1000って言ってくるぐらいで、ネパールの人たちそんななんかめっちゃひどいぶったくりっていう感じじゃないから払ってもいいと思いますけどね、時間ないときは。それで SIM カードゲットしましたんで、確かね、どうだったかな、クレジットカードの登録できなかったから現金だよね。配車呼んでも、とりあえずホテル行きましょうか。配車アプリ呼んで。2回目？ネパール2回目です。日本語喋れる営業トークの人がすごいです。で結構ね、もうめんどくさかったんでこの呼び込みのやつにしました。1000ルピー、1000円ぐらいです。もういいです、払います。早く行った方がいい。人は基本的にいいです。いい人が多い。少しでも稼ぎになれば一生懸命やってくれるから1000円だったらいいよ。それではアロフトホテルに行きます。そう言ってなかったね、今回アロフトホテルです。マリオット系のね。ちょっとね雨が降ってるのが残念ですね。明日一日どういう状況なのか把握をしに行きたいと思ってるんですけど、とりあえず今日はホテルです。今から行くアロフトホテルはタミル地区という旧市街にありますんで、ちょっと街歩きするにも便利かなと思って撮りました。正直ね全然普通ですね。革命が起きた直後の国とは思えないです。1週間前革命が起きたんですよ、この国で。全然普通ですね。ただですね、夜間外出禁止地区とかがあったりするとなんとかなんで、一回ホテルの人に聞いた方が確実だと思うんで、そんな感じで行きたいと思います。早速ちょっと普段見ない光景です。これは映るかな、なんかデモみたいな感じですね。やっぱりいつもとは違うわ。いつもといっても2回目だけど。ネパールはねあんまり信号がないんですよね。だから警察官がやるみたいな感じなんですよ。だからくしゃくしゃですよ、道が。
あとですね、やっぱりカレーの匂いがすごいしますね。街中がスパイスの匂い。これは焼き討ちにあったヒルトンホテルだ。ちょっとまた後日来ますけど、この先貯める地区なんですけど、入り口らへんなんだ。お店はね、やってるところと閉まってるところがあるから、まだ完全に全部戻ってるわけじゃないんでしょうね。政府のあれかな、焼き討ちにあったところですね。すごいことになってるな。ということでアロフトホテル到着しました。なんかすごい作りかけみたいな感じになってますね。でも上は大丈夫なのかな。で今からチェックインします。Thank you。こちらのアロフトね、クラブラウンジあるんですよ。でさらにカジノもあるんですよね、アロフトなのに。面白いよね。あ、めっちゃいい感じのアロフトだ。すげえ綺麗。アロフトなのにウェルカムドリンク来ました。いいですね。しかも受付の人日本語喋れます。ありがたい。ということでチェックイン終わりまして、いろいろ説明を受けました。で今回ですね、211という部屋でスペシャルスイートだそうです。すごいな。スペシャルスイートってどんなレベルなんだろうね。これ2階なんですけど、2って書いてあるんですけど、実は建物で言うと結構上の方ですね。ちょっと入りましょう。ちょっと待って、やばいわ。これアロフトホテルのレベルなのかな。角部屋の全部ガラス張りのこんな広い部屋ですよ。やばすごい広いじゃん。なんか全然なんかあれですよね。もう革命が起きた後ね、もうやばいところで覚悟してきたんですけど、すげえリッチな旅行になっちゃってる。インボラされてビジネスクラスになったしさ。でこの部屋もアップグレードなんですよ。1泊1万円ぐらいですかね。すごいなんか超贅沢な感じになっちゃってる。でこれなんかローカルギフトを置いてくれてますね。朝食もポイントもくれました。でさらにこのウェルカムギフトもくれまして、手紙もあるし、はい、GO ローカルって書いてあるね。はい。で水もこれでけえな。1リットルぐらいある1本が。でこっちがここにも水があって、はい、冷蔵庫とかあって、こっちは寝室。これはアロフトっぽいですね。でも景色もすごいいいですし、部屋超広いわ。あと超綺麗。サムスンのテレビ。はい。街並みもすごいバッチリ見えますね。部屋はね、これダイキン製のエアコンですね。日本製。ここにも水があって、綺麗ですね。全部アメニティもあります。洗面台でバスタブはないですね。トイレと、はい、シャワーで。素晴らしいね。いやー、なんかこういう時に外人が来てこんないい部屋泊まっていいのかしらって思いますが、いいんですよ。その概念は日本人だけです。はい、こんな感じです。素晴らしい。スイートは2部屋しかないのかな。211と22と。こっちの方がなんかどうなんだろうね。なんかすごいね。そうで、あとカジノが24時間エレベーターで直結で行けるということと、あと朝食が今回3泊しますけど3日分無料でポイント付きで、ポイントがね、なんか今キャンペーンやってて、1泊につき1500ポイントもらえるんですよね。そのプラン予約したんで、なので1日2000ポイントもらえるんですよ。3日間で6000ポイントで1万円でアップグレードやばいね。それでね、ちょうどアロフトホテルの目の前にね、これあるんですけど、このNセル、ネセルっていうものかな。これ地元のキャリアです。電波のね、携帯会社の。でここもね、あの辺も結構デモというか革命運動の時に被害を受けたらしく、
こんな感じで見えるかな。石とか投げられてビルがねもうボロボロになってるんですよ。下がカジノになってるね。はい。でこの辺が確か学校があるんですけどね、ちょっとまた後で見に行ってみようと思いますけど、外資系企業も結構狙われてるんですよ。ヒルトンホテルとかアロフト、マリオットだし、どうなんだろうと思うんですが、まあ全然いい感じで今のところは問題なさそうですね。空港からタクシーで移動してくる時も結構ねデモの感じとかあったんで、すごいなと思いましたけど、でも普通といえば普通な感じですね。なんて表現していいんだろう。みんなが思ってるほど革命で街が混沌としてるっていう感じではない。もう1週間経ってますからね。ただね、やっぱりイメージ的にはありますよね。革命が起きたっていうことでね。一応ね、どういう状況か分かんなかったから、お店とか閉まってて、全然物とか買えなかったらどうしようと思って、バンコクでね、お菓子とかお茶とか俺買ってきたんだよね、自分で。今スーツケースに入れて持ってきたんだけど、全くその必要なさそうだね。ファーストフードの店、さっきやってたしね、普通にカフェもやってたから、商店全部はやってないけどやってるとこもあったから、しかもこのホテルラウンジあって飲み物とかもうずっと無料だしね。でペットボトルの水も大量に置いてあったから、ちょっと心配して一応ねなんかのために準備はしたんですけど、良さそうです。これも飲みますけど、来てみないと分かんないですね、やっぱりね。それで今から本来の趣旨とは異なるんですけど、ちょっと私カジノ中毒者なんで、ちょっとこのホテルアロフトのカジノがどんな感じなのかってちょっと見てこようかなと思います。あとラウンジ行ってみたりとか、夜食べに行ってもいいかな、外に。どうしようか。その辺は後で決めたいと思います。下がねもうタメル地区なんで、ちょっと街歩きもしてみたいと思います。それではホテルの地下にあるカジノに行ってみます。普通に営業してますね。ということでカトマンズ着いて早々ねカジノに行ってしまったんですけども、1時間やってね5000ルピー勝ちました。5000ルピーですよ。日本円で5200円ぐらいかな。でレートがねめちゃくちゃ低いベッドしかできないんですよね。マックスで4000円ぐらいしかかけれないんで、ちょっと時間かかるってのと、あんまり大金を稼ぐみたいな感じのカジノではないです。1時間ぐらい楽しめたんで、それで5000円勝ったんでいいんじゃないですかね。でカジノね、完全に中国資本ですね。中国系のカジノ、中国人いっぱいいます。ほどほどに遊べたんでいいかなって感じで、結構カジノがね何店舗かあるんですよね。それが面白いなと思って、意外に普通に営業してるし、このホテルの横がショッピングモールみたいになってるんですよ。普通に綺麗ですね。結構皆さん普通にカフェでコーヒーとか飲んでるし、ヒマラヤンジャバコーヒー綺麗ですよね。自分が宿泊してるのがこの商業施設の上にあるアロフトホテルって感じですね。市内には普通のマリオットホテルとか、あとフェアフィールドとか、あとオートグラフコレクションかなあったりで、ヒルトンは燃えてしまったんですよね。マリオットは無傷なんですよ。ネパールのね若者の人たちが今回革命を起こしまして、いろいろねこんな風になったんですけど、結構若い人たち多いですね。これ日本食じゃん。ホテルの下のショッピングモール日本食だ。寿司ジャパニーズ。今日はいいかな。こういう商店の作りがロシアっぽいっすよね。旅行会社とかもあるし、あとあれだ、韓国料理屋も入ってるじゃん。コリアン。全然普通に営業してますね。暴動が起きてるとかそういう感じはみじんも感じない。結構強めな雨が降ってるんで、今日はおとなしくホテルで待機した方がいいな。明日ちょっといろいろ見て回ろうと思いますが、結構ねもうびしゃびしゃですね。あと地味に若い女の子結構いて、今時ですね。結構おしゃれな店あるな。前そんなイメージなかったけどな。こういうカフェとか
でも昔ハンバーガー食べたことあるな。ホテルに行って傘を借りてきて歩いてもいいけど、あ、すげえ混んでるな。めっちゃみんな食べてる。全然あれですね、なんかわかんないや、革命が起きた後かどうかなんて。このタメレ地区だけ歩いてると、まあでもここ結構デモが起きてた場所ですけどね。とりあえず今日はもう雨降ってるから街歩きしても微妙なんで、お、危ない危ない危ない。一旦戻りましょう、ホテルに。今日はこのホテル周辺をちょっとだけ歩いて終わりです。結構ね、欧米人の人いますね。さっきもね、ホテルで話しかけてきた人はスコットランドから来たって言ってました。僕となんか謎に写真を撮ったんですけど、とりあえずホテルのラウンジ行ってみましょうか。そこで軽食もあると思うんで。なんかホテルの人すごい話しかけてくれるんですよ。ちゃんとこんにちはって言って、でカトマンズどうだって言われたから、いや危険なんですかねっていうふうに聞いたんですけど、 Not danger って言ってました。グッドポーズで。それではちょっとラウンジ行って今日は締めましょうか。すごい土砂降りなんですよね今ね。無理だな今日の。やめばちょっとね、外夜出かけてもいいかなと思ったけど、でも夜間外出禁止令が出てるって言ってたけどな。タメル地区もなんか出てるっぽいんだけどな。まあいいか。マリオット系アロフトホテルのクラブラウンジって初めてだな。ないよね他にね。さすがですね。すごいなんかおしゃれだな。とてもアロフトとは思えない。ちゃんとラウンジの、横にはですねスモーキングルームもあって、こう街を見渡しながらタバコが吸えます。これ最高だな。いいね、最高。すごいね、全然だからリゾートに来たみたいな感じでめっちゃ楽しめてますね。しかもね、やたらマッチがあるんですよ。マッチでタバコ吸うとめっちゃ美味しく感じるのはなんでなんでしょうね。それじゃあクラブラウンジ、すごい綺麗なアロフトとは思えないラウンジです。食べ物も結構あるわ。今日はこれ食べておきましょうか。カレーとかありますね。それでは今日の晩ご飯です。なんかカレー、チキンカレーみたいなやつと豆カレーがあって、あとフィッシュ&チップスの、フィッシュかな、あとキノコのソテーとか。これから、3日間結構カレー漬けになる気がするんであれなんですけど、はい、まだちょっと本場のカレー屋さんとか1回ぐらいは行きたいですね。お店がやってればですけど。スタッフの人たちのねホスピタリティめちゃ高い。すごいね、居心地いいです。みんな丁寧だしニコニコしてて、ちゃんと英語も喋れる人多いし、日本語も喋れる人多い。いいね、ネパール。前回はね、多分そんな余裕が私がなかったんですよ、金銭的にもね。だから安いホテル泊まって、であと必死にいろいろ頑張って撮影してたな。なんか動き回って、なんかあんま記憶にないもん。でもカトマンズいいとこだなっていうのは覚えてる。あと、チベット回廊か、あの辺近くまで行ったり、ヒマラヤを見るツアーにも行った記憶がありますね。ちょっと高かった記憶があるけど、はい、ちょっととりあえず今日はこんな感じで、明日以降ですね。3年ぶりのカトマンズに乾杯。いろいろ大変な状況ではあると思うけど、でも普通に旅行はできる雰囲気ですね。てかしてる人多い。これはゼロコーラです。いただきます。普通に美味しい。カレーだ。カレーの味がする。さっきね、部屋の中に置いてあった
ルームサービスのメニュー見てたんですけど、めちゃくちゃ安かった。パスタとか1000円とかしないぐらい、ピザも1000円、ハンバーガーとか、あとカレーのセットとかも1500円ぐらいで頼めるんで、街中に比べたらちょっと高いかもしれないけど、それでもホテルのレストランのルームサービスそれぐらいだから、3食ルームサービスっていう人も、私の視聴者さんにいるんですよ。旅行は好きだけどローカルレストランは一切行かないっていう人で、基本ホテルのルームサービス食べるっていう人でも3食それやった場合でも5000円もいかないんじゃないかな。なんですごいよね物価がバグってる。それでさっきねラウンジにいたんですけど、ラウンジでちょっと過ごしてたら雨が小降りになって、今もうほんとパラパラしか降ってませんので、この夜のねカトマンズのタメル地区ちょっと歩いてみましょうか。夜の方が賑やかなのかな。普通に人がいっぱいです。賑わってますね。この辺韓国料理屋さんが多いな。あとマッサージ屋さんとか。すごいカオスです。お土産屋さんとかも普通にやってるね。両替屋もあるわ。だいぶ日本のお金が下の方だね。でもあるだけいいよね。この南アジアの方来るとカメラ持ってるとめっちゃみんな映りたくてわざと手振ってきたり見てきたりするところがなんか可愛いというか愛嬌がありますよね。日本だともう映すなんて許せないみたいな人多いけど、なんか見覚えあるな。やっぱり3年前だからちょっと覚えてるわ。この辺も歩いた気がする。普通にお店全開にやってますね。問題なさそうですね。覚えてるわ。ここにねバスキンロビンスあったわ。あった31ね。すごいもうごちゃごちゃ感が混沌としてるから、元から別に革命が起きる前から。この時間帯いいですね。マッサージがあるな。いくらぐらいするかな。そういえばね、今日来る時に私の席の隣だった女性の方がいるんですけど、一緒にねインボラされてビジネスクラスになった、いろいろ話してたらね、学生さんだったんですよね。会社員じゃなくて。で緑色のパスポート持ってて、なんか政府のなんかそういうことをするために休学して大学を今からカトマンズにしばらく滞在すると言ってましたね。頑張ってくださいと言っておきましたけど、もちろん向こうは私のこと知りませんので普通にライトな話しかしてませんが、こんなところで1年とか住むのかな、半年とか。女性でね20代の多分大学生ぐらいの年で、なかなかすごいですよね。パン屋さん。ネパールはねナンは美味しいけどパンはまずいですね。そんなイメージがある。気温はね24とか5度ぐらいなんで、ちょうど半袖ハーパンでまだいいぐらい。夜だともっと寒いかもしれない。長袖長ズボンの人もいたりするから上着着てる人も多いですね。やっぱり中国資本強いね。中国語の店多いわ。ここ日本食のお店、おふくろの味。ホテルからこんな近いんだ。昔どっかで食べたな日本食。あとねタメル地区に世界で一番美味しいラッシーの店があるはずなんですよ。昔なんかはしごして飲んだ記憶がある。今やってるかな。今ググってたんですけど、昔自分が行ったラッシー屋さんちょっと遠かったですね。なんで歩いていくとちょっと遠いかも。タメル地区じゃなかった。しかもだから明日行こうかね。
今日はちょっとやめときましょう。あと時間ももう19時で閉まるから結構厳しいです。こんな感じで今日はちょっと一旦閉めます。ホテル戻ります。ということでネパール初日ですね、入国完了して、もろもろ準備して今日はこれで終わりです。で明日一日、本番ですね、いろいろ見て現状をですね見に行こうと思いますので、今日はこれで寝ます。それではおやすみなさい。おはようございます。翌朝になりました。カトマンズの朝です。まずは朝ごはんを食べに行きます。今日もね、多分雨なんですよ。今日はもう雨降ってても街行こうかな。今日一日しか事実上ないんで、傘でもカッパでも買って行きましょう。朝食会場、こちらですね。朝食はこんな感じ。まだ全部並んでないですね。朝早くに来たんですけど、こんな感じです。朝食こんな感じで持ってきました。まだカレーとかネパール料理今作ってる最中で早く来すぎてまだ並んでなかったんですけど、どっちみち多分今日昼も夜も明日も多分食べるんで、もう朝こんな感じの洋食メニューになっちゃうけどしとこうかなと思います。中東とかにもよくあるけど、このレモンミントドリンク、これがありましてめちゃくちゃ美味しい。一人で寂しく食べてたらスタッフの人がせっかくなら食べなよって言ってカレーとこのナンみたいなやつを持ってきてくれました。まだね全部並べられてないんですけど優しいですね。これね連続して食べると飽きてくるんですけど、この最初のうちはこの豆カレーとか超うまいですよね。ちょっと今日は外で食べたいですけどね、美味しい。それではですね、この動画のメインテーマである、今のねネパールカトマンズの状況っていうのを、見ていこうと思います。でまずはですね、ホテルの近くにですね襲撃にあったビルがあって、それを見に行こうかなと思います。携帯通信会社のビルなんですけども、そこが歩いていけるんで歩いていきます。ホテルの警備員の人がなんかちょっと言ってきたんでちょっと喋ってみます。Excuse me. No problem? It's so strange. No. Danger? No danger? No. No. Okay. You want Thank you. Bye. 心配して俺を呼び止めて何か言ってきたのかなと思ったら、ただ話しかけに来ただけで、ついでに大丈夫かっていうのを聞いたんですよね。ちょっといろいろ巡っていこうかなと思ってるんですけど、全然大丈夫みたいな感じでした。イージーだと言ってました。自分が予想してた革命後の街が混沌としてて暗い感じかなと思ったけど、みんなニコニコしてるし挨拶めっちゃしてくれるし優しい人多い。さっきの警備員の人全然イージーって言ってたけど、全然って日本人で俺分かって言ってるんだよね。すごいね。アロフトホテルから歩いて5分もかからないぐらいの場所にですね、その襲撃にあった携帯の通信会社あるんですけど、それがもう見えてきました。あれですね、あのビル。一応これ信号機なんですけど、歩行者用のね、電気がちょっとね電力事情が悪いせいか信号ついてないんですよ。で昨日ホテルでね寝てる間も昨晩だけで5回ぐらい停電がありました。別に蒸し暑くてね、もうエアコン切れたらやばいみたいな気温じゃないんで全然大丈夫だったんですけど、ちょいちょいやっぱ電気が街中でバッと消えます。これ3年前の時も同じでしたね。信号機がないのでちょっと頑張って渡ろうと思います。このタイミングかな。怖い。なんとか渡れました。あとね犬の糞が道中にあるんでちゃんと見てないと踏みますね。踏みたくないな。
この辺も多分そういうデモ隊の人たちが襲撃した場所なんで、目の前の IME ライフっていうビルもなんかボロボロになってますね。多分石とかなんか投げられてこんな感じになったんでしょうね。外資系企業を狙ってるっていうばかりではないと思うんですけどね。なんでこのビルがやられてるのか、政府系のあれが入ってるとっていうことかな。だいぶボロボロですね。結構くしゃくしゃになってますね。ガラスも割れちゃってて、でも中電気ついてるな。ビルとしては機能してるのかな。はい、この辺も石が多分投げられたんでしょうね。でも燃やされた感じではないですね。でこのビルですね、N セルでいいのかな、はい、通信会社のビル、ちょうどアロフトのホテルからも見えたんですけど、ここもね襲撃されてるんですよ。2025年9月、ネパールでは政府による SNS 利用制限措置をきっかけに大規模なデモが発生しました。これまでネパールでは SNS を通じて政府批判やフェイクニュースの拡散を防ぐための措置として2023年に TikTok が一時的に禁止されています。今回の大規模なデモに発展した背景には、ネパール国内で起きていた極端な格差と政府への不公平感が大きな要因として報じられています。ネパールでは多くの人々が真面目に働いても十分な暮らしを手に入れることができず、若者たちは将来への希望を持ちにくい状況が続いています。自分や家族を支えるため借金をして出稼ぎに行く人も後を絶ちません。しかし、海外での生活や労働がどれほど厳しいものかは SNS を通じて国内にも伝わっており、ネパール国民の誰もがその現実を知っています。一方で、国内に残る政治家や官僚はネパールの一般的な給料では到底手が届かない豪邸に住み、贅沢な暮らしを送っていました。親が海外で肉体労働をしながら子供を学校に通わせ、子供自身も借金を抱えて働きながら勉強している家庭が多い中、その格差はあまりにも残酷です。このような極端な格差と政府への不満が次第に積み重なっていきました。このような状況の中でネパール政府はフェイクニュースを防ぐという名目で26種類もの SNS の登録を義務化し、未登録のサービスを利用禁止する措置を取りました。ネパールではたとえ貧しい家庭でも海外にいる家族と連絡を取るためにスマートフォンを必死に買い、仕事や勉強にも SNS を日常的に活用しています。そのためスマートフォンはネパール国民の生活には欠かせない存在であり、 SNS を使えなくなることは国民にとって深刻な問題です。このような経緯からこれまで積み重なってきた不満が一気に噴き出し、若者を中心に全国で大規模なデモが広がっていきました。これはやっぱ火炎瓶が投げられて燃やされてますよね。黒いすすがすごいついてる。で下もすごいことになってるわ。すぐ直せないもんね、こんな風にされちゃったら。ちなみに中はですね、ちょっとちゃんと綺麗に映せないんですけど、こんな感じですごいことになってる。車とかがこんな感じですね。今中に5人ぐらい警備員の方がいて、めちゃくちゃいい人たちなんですけど、この自分がインサイドに入ってフォト OK かっていうのを聞いたら、この所有者のリーダーですねの許可がいるから、中での撮影はダメだけど、この外とあとその入り口のところギリギリで写真撮るのは OK だと。別に隠してるわけじゃないから撮ってもいいというふうに言われましたんで、今ああいう柵のところギリギリで撮りました。でやっぱりすごくね、日本人に対しての好印象が強いので、もう自分の身なりで日本人って分かるんですよね。だから今警備員の人たち寄ってたかって日本語で知ってる単語をわーわーわー、桜とか忍者とかヤクザとかそういうワードで盛り上がりましたけど、全然この何ですかね、もう映してはダメとかそういうのは全くないみたいですね。この外からだったらいいと、それをやっぱり売りにしてるんですよね、ネパールはね。どっかの国みたいに発信とかね、情報を規制して都合の悪いことは見せないみたいな、そういう考えはないわけですよ。それがないのがネパールというのを維持したいために今回こういう革命が起きてるので、ちょっとでもなんでこれがこの焼き討ちになってるかは分かんない。
ただの携帯会社ですよね。国営なのかな。とりあえず自分が泊まってるホテルの近くだけでも、こんな感じなわけです。タメル地区ですけどね。でまだタメル地区にも何か所かこういうところあって、皆さんもね一度はもしかしたら泊まったことがあると思いますけど、ヒルトンホテル、外資系のね、そこがちょっとえらいことになってるので、近いんでね、ここからちょっと売却かなんかで移動してそこに行ってみましょう。それでですね、日本でもニュースでメディア等で流れてましたが、焼き討ちにあったこのヒルトンホテルですね、もう完全に焼け焦げてるんだ。一部じゃなくて全部なんですね。これはすごいですね。てか横が日産のディーラーなんですよね。その横なんだね。これはすごいわ。もう完全に中には入れなくなってますけど、これは復旧するの無理でしょうね。だからもう一回全部潰して建て直すかなんかしないと。ちょっとずつ始まってると思います、工事が。まだ1週間ですからね。これがヒルトンホテルの跡地ですね。すごいな。今売却のおじさんからですね、お前はジャーナリストかって言われたんですけど、ジャーナリストじゃなくて YouTuber だっていう風に言って、で結構来るみたいです。特に欧米人の人たちが。もう日本人で多分あんま来てないと思うんですけど、欧米人の YouTuber たちこういうのすぐ来て撮るんで、はい、こんな感じで写真撮ってる人とかもやっぱ多いですね。とりあえずカトマンズのヒルトンホテルはこういう現状だったんですが、次にですねちょっと行きたいなと思ってる場所があって、カトマンズ、ネパールのね唯一のてか一番大きなメディアがあるんです。テレビ局とかそういった感じのところなんですが、その本社が入ってるビルが一番焼き討ちひどい感じになってるんですよ。でなんでかっていうと、その政府寄りの腐敗したメディア、日本でも最近オールドメディアとか言われてると思うんですけど、ネパールも同じなんですよね。新聞、テレビ、そういったところのマスコミの人たちの情報はやっぱりネットの情報と違いすぎる。で政府寄りの用語の、情報が多いっていうので、真っ先にですね焼き討ちに、なったというところがありまして、そこビジネスセンター街なんですよね。そのビルをちょっと見に行ってみようかなと思います。普通に猿がいるわ。怖いな。それでこちらがネパールのメディアが入ってたビルですね。完全に焼け焦げてます。この辺政府施設が集中している場所です。この近辺は焼き討ちがあってるところが多くて、この横のビルもそうですね。日本でいう多分 NHK みたいな場所ですね。いろいろ問題あるじゃないですか、日本もメディアで。国民が立ち上がったらこういう風になるんですよね。日本人はやらないと思うけど、これが現実です。先ほども言った通り、この辺に政府の施設が結構集まってるんで、ちょっと歩きながら街を見ていきましょうか。あとね、軍人さんが増えました。で今売却で走ってる最中にね、焼け焦げた建物とか見えたんですけど、その周りねもうガチガチにマシンガンを持った兵士が囲んでまして、でそこで写真とか撮ってる人にね職務質問してたんで、俺も多分されるかもしれないな。おそらく政府と癒着してたり、つながりがあるような企業とか場所とか建物が集中的に狙われたんですよね。だから無傷なところがほとんどなんですけど、やっぱり狙われてるところはもうボロボロになってますね。今雨降ってるんで雨宿りしてるんですが、ちょうどこのロータリーみたいになってて、ここがネパール国旗掲揚塔っていうらしいです。でこの囲むようにね政府施設があって、保健省とかこれ何か分かんないんだけど、ここもやっぱ石とかで投石されて、被害を受けてる感じですね。ちょっとね邪魔になるしもったいないかなと思ったんですけど、傘を今あそこの売店で買いました。でこんな上等な傘しかなくて、多分本当はねもっと安いやつでよかったんだけど、これ700って言われて、日本円で700円ぐらいです。買いました。ちょっと歩いていきましょう。この先に歩いていけるぐらいの距離にですね国会議事堂があるんで、ちょっと見てみましょうか。この目の前のこの施設もねもうボコボコですね投石でガラスが割れてます。もうこの先、この塀の奥がもうその関連施設ですね。国会議事堂とかのそんな感じです。この道の反対側のこれも多分ガバメントオブネパールとか書いてあるけど、もうねすごい焼けちゃってるわ。
真っ黒ですね。すすだらけ。もうこの辺から焼けたバイクとか車もひっくり返っちゃってるし、すごいな。やっぱこの政府組織の施設があるところはもう集中的にやられてるんですね。今入り口で警備の人にですね、中入っていいか聞いたんですけど、やっぱダメって言われまして、ただこの門の外からアウトサイドで撮るのは OK、 撮っちゃいけないわけじゃないけど中は入っちゃダメみたいな感じです。すごいっすよ。結構みんななんかヘラヘラしてるのが面白いですね。あそこにネパール国旗があるんですけど、半旗ですね。一番上まで上げられてません。今どういう状態なんだろうね。そう、政府的にはまあ今暫定的な大統領が仕切ってるんですよね。この動画でも言ったと思いますけど、最高裁判所の裁判長が代理でやってて、11月ぐらいに選挙やるんですが、軍と警察の統制とかっていうのは、まあ日本だったらね、一応政府がシビリアンコントロールでしたっけでやってると思うんですけど、こういう国とかってタイもそうじゃないですか。軍は別とか、ちょっとその辺の私関係性わかんないんですけど、まあでも穏やかです。この辺りは。さっきはちょっとねライフル持った人たちがいてちょっとやばいかなと思ったんですけど、まだそこちょっと今離れたんでね、もう1週間ぐらい経ってるはずですけど、この辺ちょっと焦げ臭いですね。ガソリンが焼けた匂いというかしますね。もうガソリンかなこれ。すごい焦げ臭い。この先が国会議事堂兼大統領宮廷がある場所ですね。もちろん中に入れないんですけど、この先が大統領宮殿になっております。デモの時はね突破して多分中に入ってる人いたと思いますけど、今は入れないです。この中がちょっと見れないんですけど、まあ、中も焼け焦げてますね。すごい豪華な作りです。これが大統領宮殿ですね。一応自分は狂犬病のワクチンバンコクでまだ打ってるのは聞いてると思うけど、ワンちゃんがね、野良犬がすごいいっぱいいるから怖いんだよね。ちょっとこの塀のせいで中がしっかり今回見れないですね。とりあえずこんな感じでですね、政府の、主要施設があるあたりをですね、ちょっと見てみました。でこれから一旦町の方に戻りまして、マリオットホテルとかあるようなね、商業的に栄えてるようなエリアにちょっと移動して、そっちの町も見てみようと思います。それでこちらがマリオットホテルですね。おそらくカトマンズで一番いいホテルです。すごい綺麗ですね。ちょっと中入ってみますか。宿泊じゃないけど、マリオットの匂いするわ。すごい綺麗。この中はねカジノもあるんですよね。ちょっともう今からは行かないですけど、この空間だけなんか本当違いますね、雰囲気が。こういう状況でも。それで私が行きたかったのはこのマリオットホテルじゃなくて、マリオットホテルの近くにですね、すごい焼けてしまったビルがあって、それを見るのと、その目の前のカフェでちょっと休憩したいなと思って来ました。結構お店があるエリアかと思ったけど、だいぶもともと閉まってるのかもしれないけど、シャッターが多いですね。今道に迷ってちょっと聞いたんですけどこの女の子たちが案内してくれるそうです。写真見せたら連れてってくれるって言ってました。優しい。ネパールの人たちはね、マジで心の底から優しい人が多い。最高ですね。それでこれも、ここをちょっとなんかすごいことになってる。ここだけすごい激しく攻撃されてるんですよね。なんでなんだろう。自分はねこの商業施設のカフェに行きたかったんですけど、
この正面がこう焼き討ちになってしまってるっていう、すごいですよね。ここは警察署だったみたいですね。ポリスステーションって書いてあるわ。警察署がこんな風になっちゃったんだ。すごいな。こちらのショッピングモールの最上階にあるカフェでちょっと休憩します。とても先進的で綺麗なカフェです。で、目の前が焼き討ちされた警察署。こんな感じで上から見ると分かりやすいですね。警察署が焼き討ちに遭うってもなかなかですよね。でも日本の皆様もね、いろいろあるじゃないですか、政府に対して不満も。でもあんまりこういう風に実力行使に出ることってないじゃないですか。だからどうなんですかね、何やっても国民怒らないと思ってっていう、最近そういう風潮あるじゃないですか。あんまり調子乗るとこうなるよっていうのをどこまで理解してる政治家とか役人がっていうところありますよね。もちろん犯罪行為ですけど、こういう風に物を壊したり人も亡くなってますから、まあ難しいですよね。まあでも日本はもうそういうなんか目に見えない力の集合体でしたっけがもう機能しない、からやりたい放題っていう考え方もできないことはないですよね。国民の声が届いてないみたいな、一生懸命やってる人もいるとは思うんですけどね。ネパールはもう SNS とかね、もう Google、YouTube、インスタ、X、TikTok はもうすでにダメだったみたいですけど、今使えますね。さっき見ましたけど。なんでそういうのを規制するっていうことに対しての怒りがこの結果ですよね。それで注文したヒマラヤンラテ、ヒマラヤンコーヒーなのかな、ちょっと薄い気がするけど、これでね400ルピーです。ネパールルピーです。400円ぐらい。まあ街中に比べたらちょっといい場所だから高いから、まあ十分ですね。結構量もあります。すごいアングルですよね。焼き討ちにあった警察署を見ながらコーヒーを飲むっていう。あ、ネパールあれなんだ、紙ストローなんだね。ちょっと残念だな。いただきます。美味しい。ちょっと一気にいろいろ回ったんで疲れましたね。でこの後このカフェでちょっと休憩した後ですね、ランチを食べに行こうかなと思ってまして、せっかくなんでネパールカレー的なものを食べたいと思います。それで旧市街のタメル地区に、来ました。戻ってきました。でこの上かな、Google のレビューでめちゃくちゃ評価高かったね、ネパール料理のお店でランチしたいと思います。ルーフトップバーみたいな感じのお店になってるとこだと思います。ホテルの中の上のレストランですね。お店はこんな感じでした。すごい旧市街一望って感じですね。もうねマジでね、どこのお店入ってもどのスタッフも満面の笑みで、英語がバリバリに通じるし、日本語もある程度わかるし、愛想いいし丁寧だし、完璧だと思うんだよなこのカトマンズ。前もね確か来た時そういう風に思った気がする。全然擦れてないというか、インド行ってからネパール行くとすごい差を感じますよね。インドやばいじゃないですか。嘘ばっかつくしね、汚いしみんななんか自己中だし。だけどネパールの人たちは話聞くし、ちゃんと合わせてくれるし、食事も多分俺インドのより美味しいと思うから、ネパールの方がいいですね。Thank you. How many days stay you from Nepal? Very short, 3 days. 3 days. でちなみにねオーダーしたのは、このネパールの伝統的な定食みたいなやつがあるんですよ。前もね動画で食べたと思うんですけど、ダルバートっていうご飯カレーメインなんか野菜とか全部バランスよく乗ってワンプレートで来るやつ。それの今ネパール仕様のチキンを頼みました。ネパール仕様のベジタブルかインディアン仕様のチキンか、あとマトンかみたいな選べるんですけど、チキンで700ぐらいかな。相場的にはどこも一緒かなって感じはしますね。あと水40ルピーこれ1リットルありますからね。だいぶでかいです。であとちょっとコーラも頼みました。自分がねこう大体こういうとこ来た時に
やっぱ飲み物頼んであげないとかわいそうかなっていうのもなるし、まあコーラ飲みたいっていうのもあるんだけど、そう、こういうところは飲み物で稼いでるとこ多いじゃないですか。だから頼んでるって感じですね。なんで飲み物を毎回頼んでるんですかみたいな。でもお酒飲む人はお酒毎回頼む人多いじゃないですか。だからそのお酒飲めないけど、まあジュースとか水とかこういうのは多めに頼むっていうのを一応自分はやってます。それじゃあ、いただきます。でこのカレー食べた後ね、ラッシーを飲みに行こうかなと思っております。前も来たんですけど、一応世界一美味しいラッシーのお店がね、世界一なのに確か2つぐらいあるんですよね、このタメル地区に。なのでそこもちょっと行ってみたいと思います。ということで来ました。うまそう。久しぶりになんか食べるな。バランスがいいですよね。でメインのね肉料理のこれがチキンのカレーなんですけど、これ以外は全部おかわりできるんですよ。この全てのものがね、それが面白いですよね。だから結構量あるんでおかわりしなくてもいいと思いますけど、これがスープで、これが野菜のカレーなんですよね。チキンだけはおかわりできないですね。あとナンとかもあるんですけど、これネパール式だとナンは食べないですよね。ライスもすごい量です。結構ね量ありますよ。鶏肉もゴロゴロ入っててうまそう。それじゃあネパールのカトマンズの景色を見ながらいただきます。チキンカレー。美味しい。すごいコクがありますね。思い出した。確かねこれ全部皿の上にみんなぶっかけて食べてたわ。これですくって食べてもいいんだけど、なんで現地流に。このスープは後からでいいかな。これもかけちゃいます。この付け合わせのこの葉っぱがねうまいんですよ。なんかほうれん草と空心菜の間みたいな感じでちょっと苦いんですけど美味しい。この野菜のカレーもうまいよね。このスープ、これもカレーなんですよね。美味しい。これあんま辛くない。久しぶりにがっつりネパールローカル料理、3年ぶりぐらいですね。いいわ、美味しい。自分ねカレー結構当たることが多くて、特にこっち方面来ると。で食材がこう腐ってるとかじゃなくて、なんかスパイスアレルギーがあるんですよね、きっと。なんかのね特定のスパイスが体内に入ると結構下痢になったりするんですよ。でも多分これ入ってるかもしれないけどしょうがないね。でも味はすごい美味しいし自分も好きなんですけど、最近なんかね、そう日本のインドカレー屋とかあるじゃないですか。ああいうとこでも味は好きで食べるんですけど、次の日なんか下痢になったりするんですよ。カレー食べてる時にそんな話するなっていう感じなんですが、多分日本人の方多いみたいですよ、こういうの。普通にうまいけどね。それではごちそうさまでした。美味しかったです。今からですねちょっと旧市街を散歩しながらラッシーのお店に行こうと思います。野犬が多くてねビビります。昨日の夜もちょっとだけ歩きましたけど、今からブラブラしながら街の様子を見ながらラッシー屋さんに行きましょう。全然普通だね。お店も通常通りって感じがします。ネパールはねそれでもちょっと経済的にはあまり良い状況ではなくて、若者の10人に2人以上が仕事がない状況なんですよね。このなんか砂ぼこり感がネパールっぽいというか、粉塵が舞ってますよね。まあでも確かに若い人たちが店の前で暇そうに座ってたりとか、仕事ないんでしょうねきっとね。まあカオス感はすごいありますね、非日常感が。このでも街並みは好きですけどね。まさか人生2回目ネパールのカトマンズで来るとは思わなかったな。ちょっと寄り道、お寺があったんでお寺の周り見ていこうかな。ラッシー屋さんのね周りもお寺だらけなんで、後で
ぐるっと回ろうと思いますが、懐かしい、ここにも来たことがある。ちょっとミャンマーとかのお寺に似てるよね。鳩がヒマラヤのピンクの岩塩に群がってるけど、鳩塩食うのか。このね、ネパールお土産で結構皆さん有名ですよね。紅茶とかと一緒でヒマラヤの岩塩、意識高い人が好きな塩です。花さんとか好きそう。日本には結構ネパール人の方多いですよね。で、インドカレーのお店は大体ネパール人なんですよ。インド人がやってるっていうのはすごい少なくて、これ前もねネパール来た時この話したと思うんですけど、そうネパール人とインド人めっちゃ仲悪いんですよ。でネパールカレーとチキンカレーとかああいうのはね、インド料理ではなくネパール料理だって思ってる人がってか、実際どっちが正しいのかは分かんないんですけど、でネパール人の方が商売が上手らしいです。でインド人のお店にネパール人が働きに行くと結構ね、こう下に見られてひどい思いを受けるらしくて、いろいろそういうあるんですよ、隣国同士の。今初めて空港以外で日本人の旅行者たちとすれ違った。5人ぐらい若い女の子たちがいましたね。もうバリバリ日本語喋りながら歩いてた。急に人が増えた人が多すぎ。ようこんなとこにみんな売宅で来るね。割とねやっぱ観光客いるわ。日本人とかは少ないけど欧米人はいますね。やつら気にしませんからね、危ないとか治安がとかは。あと少しですね。ラッシー屋さんもう覚えてるわ。混沌としてるな。すごいな、こんなでっかい荷物を歩いて。うわーすごい。あ、ここだ、このラッシー屋さんだ。ということで世界一美味しいラッシー買いました。大きいサイズが110で、スモールサイズが60ルピーですね。みんなこんな立ち飲みスタイルで排ガスにまみれながら飲むのがカトマンズ流ですよね。ちょっとだいぶカオスな状態なんですけど、いただきます。これはね本当に美味しいよ。すごい濃厚で甘いです結構。あとナッツとかなんかカッテージチーズみたいなの入ってるんですよ。これ飲むとカトマンズ来たなって感じがしますね。通常通りやっててよかった。こんな感じで警備の人もいるんですけど、はい美味しいです。この正面の右側のところにもラッシー屋さんあるんですよ、有名な。ではしごできるんですよね。なんでこのエリアだけこんな人が多いんだろう。すごいな、カオス。それではちょっとお寺の方行きましょうか。お寺というか旧市街の一番メインの方ですね。みんな参拝かな、参拝というかお寺帰りかな。こんだけ賑わってるんだ。皆さんすごい服買ってるけどそんなに需要があるんだ。お寺参りのついでに服を買うのかな。この独特な香辛料の匂いと、カレーの匂いもするし、人間の汗の匂いというか人間の匂いもして、すごいカオスですよね。以前もこのお寺の見学に来たことがあるな。こんだけ人がいるんだ。ニュースで見たときはもうこの辺人全然いなかったけどね、だいぶ復活したんだね。
お寺はこんな感じです。まあ普通ですね。ずっと前からね気になってたんですけど、このくるくる回す魔除けのなんかでんでん太鼓みたいなやつ、これ買いますわ。まあこれたくさん売ってるんですよ。お店によって全然値段が違うんですよ、同じものなのに。で今ここが700だったんで3つ買ったら2000にするっていう100ルピーしか値引きしてくれなかったんですけど買いました。他のとこ800とかね、一番高いとこ1000だったんですけど、この水色のやつはねなんか倍ぐらいするんですよね。でも効果は同じだって言ってたからこれ買いますわ。ということでぐるっとねお寺周り一周したんですけど、お寺で焼き討ちになってるとこは見つからないね。そこはやっぱ良心があって燃やさなかったのかもしれないですね。はい、ですごく人がいっぱいいて賑わってました。今回ね弾丸でネパールの状況をちょっと見に来たっていうのがカトマンズだけですけどね。はい、そんな感じなんで、まあ、これにてですねちょっとまあ見て回るとは終わります。で今から一旦ちょっとホテルに戻ります。ということでホテルに戻ってきました。今回はですねネパールで発生した革命の、起きて1週間後ぐらいの、カトマンズ、首都のカトマンズの様子をちょっと見に来てね、現状こんな感じだよっていうのを皆さんに、お伝えできたと思います。ぶっちゃけて言うとね、そこまで、ピリピリした空気は私は感じなかったかな。で、普通に観光客多いし、お店もね、8割ぐらい。あと、お寺の周りとか、旧市街の方はほぼ全開でお店やっておりますので、これ日常に戻ってるんじゃないかなとは思います。ただやっぱり政府関係機関とか外資系のホテルとか、そういった、建物とかが焼き討ちになってそのままなのでね、そうだから街の雰囲気としてはちょっと暗い感じもありながらも人々は結構明るいという感じで、決してね旅行できない感じでは全くないと思います。現にね多くの方来てるし、日本人の方もちらっと見ましたけど いたんでね、どうしてもやっぱ日本のメディアだけの情報を得て今ネパールはやばい危ないって思ってる人いるかもしれないんで、実際私が、ね、人柱になって見てきたんですが普通に楽しめると思います。はい、何分私は短期滞在で一部のエリアしか今回見てませんので、これが全てのネパールの姿だとは到底ね言えることはできないんですけど、首都の一番人がいるところでこんな感じというぐらいでちょっとね最新のネパール情報を求めてる人いましたらね参考にしていただければと思います。あとはですね皆さんがガイドブック通り見に行くような観光地っていうのは3年前ぐらいに、来た時に全て大体行っておりますので、火葬場とかね山の方の寺院とかヒマラヤが見える場所に行くとかそういうのは過去の動画ちょっと出しておりますのでそれを見ていただければと思います。今回はちょっと街の様子ざっくり見るっていうだけで滞在終わりなんですけどね、はい、そんな感じで今回終わりたいと思います。ちなみにお土産で買ったこれマニ車っていうチベット仏教のなんか仏具ですよね。インテリアとかお土産でよく買われる人が多いらしいんですけど、邪気を払ったりあとこの中にはマントラっていう何でしたっけお経みたいなやつ、それがね紙が入ってるんですよ。でそれを時計回りに1回回すごとにお経を唱えた効果があるということで、はい700円です。皆さんよろしければコメント欄にね、感想とかそれぞれの思いを書いていただいて、あと高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。